通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、アメリカのとある配信者からの話題になります。今回ですね、アメリカの81歳のマインクラフトの配信者が何日間にもわたるね、連続配信を行っていたところ、ここにですよ、突然、スワットが突入してきたというんですね。で、これはですね、現在海外で大変問題視されております、スワッティングといういたずらだったということが判明いたしまして、この81歳のおばあちゃん、これにより妨害されてしまっていたんですね。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんこの方ご存知ですか？アメリカのね、81歳の YouTuber、Twitch でもね、活躍しているようですが、ス・ジャコットさんですね。今回ね、その配信中に、なんとですよ、突然、スワットが自宅にやってまいりまして、とんでもない目に遭うんですが、これなんとね、いたずらだったというんですよ。こちら、コタクの記事ですね。10代の孫のがん治療支援が配信中、81歳のマインクラフト配信者が、swatted、被害に遭う。ということで早速ですがこちらですね。swatted とあります。こちらが本日のキーワードになります。swatting。相手を怖がらせたり、動揺させたり、トラブルを引き起こす目的で、重大事件が起きたという虚偽の通報を行い、スワットチームをその人物の家へ出動させる行為。ということでこちらね、swatting というのは、こういったね、いたずらの名前だと思ってください。虚偽の通報をすること。しかもですね、決して軽いものではありません。非常に重大な事件が起きていると通報することによって、その家にスワットを送り込む犯罪のことを指しています。これをね、スワッティングというんですね。こちらの場合はね、名詞となっておりますが、スワットで動詞としても使いますので、先ほどのコタクの見出しではスワットになっていたと、こういったわけですね。ということで、こちらは10代の孫のがん治療支援配信中、81歳のマインクラフト配信者がスワッティング被害に遭う。Twitch でグランマクラッカーとして知られるスージャコットは17歳の孫のがん治療費を集めるため15日以上ぶっ通しでマインクラフト配信を続けている。こんな立派な目的を応援しないなんてよほど心のない人間くらいだろう。だからこそ5月19日未明に誰かがグランマクラッカーにスワッティングを仕掛けたことはあまりにも胸くそが悪い出来事だった。ちょっと待ってください。もしかしてドクター、初めてコタクに同意したかもしれません。何が起きたんでしょうか？誤訳してないですよね。大丈夫ですか？コタクがまともなこと言ってます。グランマクラッカーが Twitch 配信や YouTube 動画投稿を始めたのは2025年10月のこと。当初はマインクラフト配信からスタートしたが、その後はロケットリーグやロブロックスにも活動を広げている。ロケットリーグっていうのは車でサッカーするゲームですね。さらに先月にはフォートナイトで初めてビクトリーロイヤルも達成した。ということでね、今回ね、こちらでは何が起きたかと言いますと、とある81歳のおばあちゃん、この方ね、スージャコットという名前で、チャンネル名はね、YouTube も Twitch もグランマクラッカーとなっているんですが、一応ね、この開始時期も2025年とか2024年っていうね、諸説あるようなんですが、一応このコタクの記事では2025年というようになってますね。ここから Twitch と YouTube で活動を開始したと。で、この時に始めたのがマインクラフトの配信だったんですね。でね、ここが非常に重要で、このスーさん、なんでこんなことを始めたのかと言いますと、実はですね、孫のジャック君がサルコーマという、これ日本語でね、肉腫と書きますが、これね、癌の一種です。悪性腫瘍を患ってしまったんですね。で、この治療費を稼ぐために、自ら配信を始めたんですよ。つまり、その配信自体の収益も、この孫のジャック君の治療費に充てられますし、こういった配信をすることによって自分が広告塔になり、寄付を募っているんですね。でね、当然、81歳のおばあちゃんじゃね、自分でいきなり配信をしたりっていうのは難しいわけで、実際ね、このジャック君とか、あとね、もう一人孫がいるんですね。彼らに教わりながら、この配信というのを始めました。そしてその取っかかりとなったのが、マインクラフトだったというんですね。で、実際こちらになるんですが、ここでね、ジャック君への寄付を募っています。で、こちらにもね、あるんですが、このアカウントは、私の弟、つまりスーさんのもう一人の孫がこれを立ち上げていると。私の弟、ジャックセルフがサルコーマガンと診断されたことを受け、その治療費を支援するために作られました。ジャックはとても強く勇敢ですが、この先には困難な戦いが待っており、大規模な医療ケアが必要になります。寄付額の大小に関わらず、いただいた支援は全てジャックの治療費に充てられ、家族の経済的負担を軽減する助けになります。この困難な時期を乗り越える中で、皆さんの支援と祈りに心から感謝しています。ということで、つまり、こういったサイトのね、プロモーションも兼ねて、このスーさん、80歳を超えて、YouTuber になったわけですね。で、現在もですね、このぶっ通し配信というのは続いておりまして、こちらね、Twitch になります。これすごくないですか？表示。16日ですよ。これね、家族と交代しながら、
この配信を続けているんですね。ほんとね、無理はしてほしくないですが、おばあちゃん。孫のために頑張っているわけですね。そしてね、YouTube チャンネルもこれすごくって、こちらね、グランマクラッカーズありますね。現在登録者がですね、62.3 万人ということで、やっぱりね、こちらもメインが、こういったね、動画よりもまさにね、今回のこれ、スワットが突入してきた模様ね、ちょっと後ほど紹介しますが、こういったね、横動画も投稿はしているんですが、メインはやっぱりね、こちら、ライブ配信なんですね。先ほどのライブは、現在 YouTube でも配信していると、こういった状況になっています。このスーさんの場合はね、孫のためという大義があるので、これだけね、チャンネルが伸びるというのもあるのかもしれませんが、YouTube やるノウハウがあると、いいですよね。なんか、こういうのできて。フクタもね、老後はゲーム配信やってるかもしれません、皆さん。数十年後ね、年老いた魚がゲームやってたら、フクタかもしれません。シーラカンスのね、シーラくんがゲームやってたら、それ多分フクタです。で、実際ですね、こうやって、高齢者がね、ゲーム配信をやるというのは、日本でもあるんですかね。これアメリカでもね、スーさんだけじゃないですよ。もっと年上の方もね、いらっしゃって、90代とか100歳とかね、結構ね、配信者います。スーさんはその中の一人ということですね。で、その後ね、このスーさん、自宅にね、スワットを押し寄せることになるんですが、ちょっとね、この詳細というのが、このコタクとか、デクセルトの記事であまり詳しく書かれていないんですね。なので一応ね、こちら、インターナショナルビジネスタイムズという、エンタメ系のニュースサイトです。一応ね、ここでどのように報じられているか見ていきますね。ただし、これね、ちょっとどこまで信頼性があるのかというのは、僕と確認できませんでした。おおよその流れはね、ほぼ正しいのかなというような感じでしたが、一応どのように報じられているのか見ていきますね。アリゾナ州在住の81歳のおばあちゃん配信者、グランマクラッカーズことスージャコットが孫のがん治療費を支援するための24時間ライブ配信中にスワッティング被害の標的となった。警察には家の中で人と無理侵入が起きたという虚偽の通報が入り、武装警察たちが出動した。ということで現在ですね、言われているのが、このジャック君がですよ、おばあちゃんを射死時をほのめかしていると、このような通報が入ったと言われているようですね。ひどい話でしょ。家族と共にマインクラフト配信を行い、多くのオンラインファンを集めていたジャコットによると、これがスーさんのもう一人の孫ですね。彼によると、警察官たちは配信中に家へ突入し、住民たちを外へ避難させた後、通報がデマだったことが判明したという。事件の衝撃にもかかわらず、彼女は翌日には再び配信へ戻った。このスーさん強いですね。もう孫のために配信してますから、もうこんないたずらでね、やめるわけにいかないわけですよ。この翌日になりますが、この配信を続けていると。家族によると現場には十数人のスワットが到着し、防弾盾や銃器を携行していたという。警察は家を包囲し、中にいた人々に対し、両手を上げたまま外へ出るように命じた。この時のライブ配信映像には、警察官たちが家へ突入し、部屋を捜索する様子が映っていた。ということでですよ、今回ね、先ほどのコタクもね、どういうわけかまともなことを言っておりましたが、この81歳のおばあちゃん、孫の支援を募るために、もう何日ものぶっ通しのね、マインクラフトの配信を家族と共に実施していたんですね。すると、多分これもう10日以上経ってますよね。このスーさんの家に、スワットが突入してきまして、その一部始終が配信されたと。こういったわけだったんですね。で、現在スーさんはね、実際ね、何が起こってるんだか全くわからなくって、ちょっと楽しかったわと、このように言ってるようなんですが、これね、めちゃくちゃ危険なんですよ。わかりますよね。これスワットが本当に中に脅迫犯がいると思って突入してきますから、しかも中の人は状況が全くわからないわけでしょ。何をしてどう誤解されるかわからないわけですよ。じゃあ例えば中に子供がいたらどうなるんですかとか、もしかしたらね、わースワットが来たーって言って、おもちゃの銃を向けてね、バンバーンってやるかもしれないじゃないですか。わからないでしょ。ドラマなんかだとね、それで誤射しちゃって、トラウマを抱えてる警察官とか描かれたりしますよね。実際ね、本当にそれがどれぐらいの頻度で起きてるかわかりませんが、少なくとも起こり得るってことでしょ。誤射等を含めてですね、これ非常に危険な犯罪だと言われているんですね。そしてね、こちら、アメリカ司法省のね、実際の公式サイトになりますが、実際ね、逮捕者も出ています。ウィチタのスワッティング事件でカリフォルニア州の男に判決。ということでね、ここでは何が起きたかと言いますと、2017年、もう皆さんご存知、コールオブデューティーでの口論をきっかけに、ウィチタスワッティング事件が発生します。これは、このタイラー・バリス被告がゲーム仲間だった相手に対してスワッティングを行うんですね。つまり、凶悪犯が起きているという虚偽の通報をします。なんですが、このね、いたずらを仕掛けたこの犯人、相手の正確な住所がわからなかったんですね。もうすでにその住所には別の人が住んでいました。そしてここにいた男性は何が何だかわからないまま、突然警察が来てね、両手を上げろと言われるんですよ。そして一旦は手を上げるんですが、この手を下げたことにより、この男性、実際撃たれて亡くなってしまうんですね。で、これはね、タイラー・バリスという26歳の人物だったんですが、実はですね、この他にも様々な虚偽の通報を行っていたということが判明しまして、禁錮20年の刑が下りました。そしてここではね、司法省はこう言っています。スワッティングは悪ふざけではないんだということで、このスワッティングというのはね、通報する側にとっては
相手の反応を見る。もしかしたらいたずらの炎上程度に考えているかもしれませんが、突入される側は何もわからないため、何をするかわからないんですね、その時に。これね、犯罪者だったらまだいいんですよ。突入された瞬間、心当たりがあるから、状況つかめるでしょ。これね、何も知らない人っていうのがポイントですね。もしかしたら強盗が来たと思って反撃しようとしちゃうかもしれないでしょ。でも相手スワットですよ。撃たれちゃうじゃないですか。なので、これはね、非常に危険な行為だというように言われています。外へ連れ出されたけど、何が起きているのかわからなかった。でも、ちょっと楽しかったの。孫も子供も私を抱きしめてくれて、普段はそんなに注目されることないからね。すっかり楽しんじゃったわ。すべてが落ち着いた後、グランマクラッカーズは、イブプロフェンを飲んで、そのまま寝たと話している。ということでね、今回は、スワッティングをね、受けてしまいましたが、一応ね、何事もなかったということです。こちら、デクセルトがこの件伝えています。81歳のおばあちゃんにスワッティングを仕掛けるなんて、本当に救いようのないクズだ。スワッティングは、人未遂みたいなもので、厳しく処罰されるべきだ。正直、スワッターたちは、これね、スワッティングする連中のことをスワッターと言います。正直、スワッターたちは十分に厳しく処罰されていないし、逮捕される頻度も少なすぎる気がする。これはね、やっぱりね、このスワッターというのは、かなり厳重にね、身元を守るため、追跡できないと言われていますね。スワッターなんて最低でも、人未遂で起訴されるべきだ。こういう連中には、徹底的に厳罰を下せ。これは本当に胸くそ悪い。孫のがん治療費のためにマインクラフト配信をしている81歳のおばあちゃんをスワッティングするとか、人としての魂がないのか。それでも彼女がめちゃくちゃ肝の据わった対応していたのは本当に尊敬する。無事でよかった。スワッターは人未遂で起訴されるべきだ。だって目的そのものがそれなんだから、終身刑か軽レベルで扱うべきだよ。こんなのは本気で止めないといけない。ネットで気に入らない相手に対し警察を呼んで実質的に始末させようとすることに人々はあまりにも慣れすぎている。ねえ、これほんと怖いですよね、こう考えると。気に入らない人のためにスワットを送り込んでワンチャン狙うとか、普通にありそうでしょ。実際亡くなってる人いるんでね。ということでこのリプランではね、このスワッターに対してはとにかく厳罰を下せと、このように言ってる人が大半を占めているというような状況になっています。はい、ということで本日はですね、現在もマインクラフトの配信を続けております81歳の配信者グランマクラッカーズの家にスワッティングが行われまして、この配信が妨害されてしまったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いや、今回に関してはね、何事もなく終わったから、本当に良かったなっていう話ですが、これでもし何かがあったらと考えたらちょっとゾッとしません？いや、本当にね、恐ろしいことする人間がいるもんですよ。これに関してはね、警察を動員しているというところもそうですし、あと孫への寄付を募る配信も止まってしまう可能性があったわけで、もう本当にね、何が何でも犯人を捕まえて、厳罰を下してほしいものですね。もしですね、これ何かね、犯人に関しての進捗等ございましたら、もしかしたら続報があるかもしれません。かなり難しいということですけどね、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。